猫の事務所。京弁鉄道の停車場の近くに猫の第六事務所がありました。ここは主に猫の歴史と地理を調べるところでした。初期は皆短い黒のシュスの服を着て、それに大変みんなに尊敬されましたから、何かの都合で初期をやめるものがあると、そこらの若い猫はどれもみんなその後へ入りたがってバタバタしました。初期だってよ。おお、すごいな。初期だって。そんなに頭がいいのあの人。何でも知ってるらしいよ。詩も読むんだって。いいなあ。羨ましい。僕もなりたい。僕もなりたい。字が書けないとダメだって。けれどもこの事務所の初期の数はいつもただ4人と決まっていましたから、そのたくさんの中で一番字がうまく詩の読める者が一人やっと選ばれるだけでした。事務長は大きな黒猫で少し猛録はしていましたが、目などは中に銅線が幾重も張ってあるかのように実に立派にできていました。その部下の一番初期は白猫でした。二番初期は虎猫でした。三番初期は三毛猫でした。四番初期は釜猫でした。釜猫というのは、これは生まれつきではありません。生まれつきは何猫でもいいのですが、夜かまどの中に入って眠る癖があるために、体がすすで汚く、ことに鼻と耳には真っ黒に墨がついて、なんだかタヌキのような猫のことを言うのです。ですから釜猫は他の猫には嫌われます。なんか焦げ臭いんだけど。何？ほこり？すす？かまどに寝てんの。タヌキじゃないんだ。猫。炭だよね。そこ汚さないでよね。けれどもこの事務所ではなんせ事務長が黒猫なもんですから、この釜猫も本来ならいくら勉強ができてもとても初期なんかにはなれないはずなの40人の中から選び出されたのです。ところで猫に地理だの歴史だの何になるかと言いますと、まあこんな風です。事務所の戸をコツコツ叩くものがあります。事務長の黒猫がポケットに手を入れてふんぞり返って怒鳴りました。入れ。4人の初期は下を向いて忙しそうに帳面を調べています。贅沢猫が入ってきました。何の用だ？僕はヒョウガネズミを食いにベーリング地方へ行きたいのだが、どこらが一番いいんだろう。一番初期、ヒョウガネズミの産地を言え。一番初期は青い表紙の大きな帳面を開いて答えました。ウステラゴメナ・ノバスカイア、房川流域であります。事務長は贅沢猫に言いました。ウステラゴメナ何と言ったかな。ノバスカイア。一番初期と贅沢猫が一緒に答えました。そう、ノバスカイア。それから房川。そう房川。また贅沢猫が一番初期と一緒に行ったので、事務長は少し決まり悪そうでした。まああそこらがいいだろうな。で、旅行についての注意はどんなものだろう。2番初期、ベーリング地方旅行の注意を述べよう。
2番書記は自分の帳面をめくりました。夏猫は全然旅行に適せず。するとどういうわけか、この時みんなが釜猫の方をじろっと見ました。冬猫もまた細心の注意を要す。函館付近馬肉にて釣られる危険あり。特に黒猫は十分に猫になることを表示しつつ、旅行するにあたれば大黒狐と誤認され、本気にて追跡されることあり。よし、今の通りだ。貴殿は我が輩のように黒猫ではないから、まあ大した心配はあるまい。函館で馬肉を警戒するぐらいのところだ。そうで、向こうでの有力者はどんなものだろう。3番書記、ベーリング地方有力者の名称を挙げよう。はい、ベーリング地方とトバスキー、現像スキー2名であります。トバスキーと現存スキーというのはどういうようなやつらかな。4番書記、ドバスキーと現像スキーについて大略を述べよう。はい。4番書記の釜猫はもう大原母のドバスキーと現像スキーのところに短い手を1本ずつ入れて待っていました。そこで事務長も贅沢猫も大変感服したらしいのでした。ところが他の3人の書記はいかにもバカにしたように横目で見てと笑いました。釜猫は一生懸命帳面を読み上げました。トバスキー州長特防あり、眼光経験たるも物を言うこと少しく遅し。ゲンゾスキー財産家、物を言うこと少しく遅けれども眼光経験たり。いや、それでわかりました。ありがとう。こんな具合で猫にはまあ便利なものでした。ところが今のお話からちょうど半年ばかり経った時、とうとうこの第六事務所が廃止になってしまいました。というわけはもう皆さんもお気づきでしょうが、4番書記の釜猫は上の方の3人の書記からひどく憎まれていましたし、ことに3番書記の三毛猫はこの釜猫の仕事を自分がやってみたくてたまらなくなったのです。釜猫はなんとかみんなによく思われようといろいろ工夫をしましたが、どうも帰っていけませんでした。例えばある日、隣の虎猫が昼の弁当を机の上に出して食べ始めようとした時に、急にあくびに襲われました。足を踏ん張ったためテーブルが少し坂になって弁当箱がスルスルと滑ってとうとうガタッと事務長の前の床に落ちてしまったのです。怒っちゃったよ。そこで虎猫は急いであくびを切り上げて机の上から手を伸ばし取ろうとしましたが、やっと手がかかるかかからないかぐらいなので、弁当箱はあっちへ行ったりこっちへ寄ったり、なかなかうまくつかまりませんでした。君、ダメだよ。届かないって。事務長の黒猫がもしゃもしゃパンを食べながら笑っていました。その時4番書記の釜猫もちょうど弁当の蓋を開いたところでしたが、それを見て素早く立ってよし、弁当を拾って虎猫に渡そうとしました。どうぞ。
ところが虎猫は急にひどく怒り出して、せっかく釜猫の出した弁当も受け取らず、手を後ろに回してやけに体を振りながら怒鳴りました。なんだい、君は僕にこの弁当を食べろというのかい？机から床の上に落ちた弁当を君は僕に食えというのかい？いいえ、あなたが拾おうとなさるもんですから拾ってあげただけでございます。いつ僕が拾おうとしたんだ？僕はただそれが事務長さんの前に落ちてあんまりにも失礼なもんだから僕の机の下へ押し込もうと思ったんだ。そうですか。私はまたあんまり弁当があちこち動くもんですから。なんだと？しっけな決闘。事務長が高く怒鳴りました。これは決闘をさせないためわざと邪魔をしたのです。喧嘩するのはよしたまえ。浜猫くんも虎猫くんに食べさせようって言うんで拾ったんじゃなかろう。あ、それからね、今朝言うの忘れたけど、虎猫くんは月給が10銭上がったよ。虎猫は初めは怖い顔をして、それでも頭を下げて聞いていましたが、とうとう喜んで笑い出しました。どうもお騒がせいたしまして申し訳ございません。それから隣の釜猫をじろっと見て腰掛けました。皆さん、僕は釜猫に同情します。それからまた5、6日経ってちょうどこれに似たことが起こったのです。こんなことがたびたび起こるわけは、一つは猫どもの不精な太刀と、もう一つは猫の前足、すなわち手があんまり短いためです。今度は向こうの3番初期の三毛猫が朝仕事を始める前に筆がポロポロ転がってとうとう床に落ちました。三毛猫はすぐ立てばいいのを骨押しにして、早速前に虎猫のやった通り両手を机越しに伸ばしてそれを拾い上げようとしました。今度もやっぱり届きません。三毛猫はだんだん乗り出して、とうとう足が腰掛けから離れてしまいました。釜猫は拾ってやろうかやるまいか、この前のこともありますので、しばらくためらって目をパチパチさせていましたが、とうとう見るに見かねて立ち上がりました。よし。ところがちょうどこの時に三毛猫はあんまり乗り出しすぎてガタンとひっくり返ってひどく頭をついて机から落ちました。いや、着付け薬。事務長の黒猫もびっくりして立ち上がって、後ろの棚から着付けのアンモニア水の瓶を取りました。ところが三毛猫はすぐに起き上がって、癇癪紛れにいきなり怒鳴りました。あなた釜猫、何するのよ。今度はしかし事務長がすぐ三毛猫をなだめました。いや、三毛猫くん、それは君の間違いだよ。釜猫くんは好意でちょっと立っただけだ。君に触りも何もしない。しかしまあほら、こんな小さなことは何でもありゃしないじゃないか。さあ、3トンタンの転居届と3トンタン事務長はさっさと仕事にかかりました。そこで三毛猫も仕方なく仕事にかかり始めましたが、やっぱりたびたび怖い目をして釜猫を見ていました。こんな具合ですから釜猫は実に辛いのでした。釜猫は当たり前の猫になろうと何べんも窓の外に寝てみましたが、どうしても夜中に寒くてくしゃみが出てたまらないので
やっぱり仕方なくかまどの中に入るのでした。なぜそんなに寒くなるかというのは皮が薄いためで、なぜ皮が薄いかというのはそれは土曜に生まれたからです。かまねこは涙をまん丸な目いっぱいにためて考えました。やっぱり僕が悪いんだ。仕方ないな。けれども事務長さんがあんなに親切にしてくださる。それにカマネコ仲間のみんながあんなに僕が事務所にいるのを名誉に思って喜ぶんだ。どんなに辛くても僕はやめないぞ。きっとこらえるぞ。かまねこは泣きながら握り拳を握りました。ところがその事務長も当てにならなくなりました。今日はかまねこくんがまだ来んね。かまねこは運悪く風邪をひいて足の付け根をお椀のように腫らし、どうしても歩けませんでしたから、とうとう一日休んでしまいました。こんなに腫れて、歩けない。痛くて歩けない。かまねこのもがきようと言ったらありません。泣いて泣いて泣きました。納屋の小さな窓から差し込んでくる黄色い光を眺めながら、一日いっぱい目をこすって泣いていました。その間に事務所ではこういう風でした。遅いなあ。なーに、海岸へでも遊びに行ったんでしょう。いや、どこかの宴会にでも呼ばれて行ったんだろう。今日どこかに宴会があるのか？事務長はびっくりして尋ねました。猫の宴会に自分の呼ばれないものなどあるはずはないと思ったのです。何でも北の方で開校式があるとか言いましたよ。そうか。黒猫は黙って考え込みました。三毛猫が言い出しました。いえいえ、どうしてカマネコはこの頃あちこちへ呼ばれているんですよ。何でも今度は俺が事務長になるとか言ってるそうで、だからバカなやつらが怖がってあらん限りのご機嫌をとってるんだそうです。本当かそれは？本当ですとも。お調べになってごらんなさい。けしからん。あいつは俺がよほど目をかけてやってあるのだ。よし、俺にも考えがある。そして事務所はしばらくしんとしました。さて次の日です。かまねこはやっと足の腫れが引いたので、喜んで朝早くゴーゴー風の吹く中を事務所へ来ました。するといつも来るとすぐ表紙を撫でてみるほど大切な自分の原簿が自分の机の上からなくなって、向こう隣3つの机に分けてあります。かまねこはなぜか胸をドキドキさせながらかすれた声で独り言を言いました。ああ、昨日は忙しかったんだな。扉が開いて三毛猫が入ってきました。おはようございます。かまねこは立って挨拶しましたが、三毛猫は黙って腰掛け、あとはいかにも忙しそうに帳面をめくっています。
虎猫が入ってきました。おはようございます。釜猫は立って挨拶しましたが、虎猫は見向きもしません。おはようございます。三毛猫が虎猫に言いました。おはよう。どうもひどい風だね。虎猫もすぐ帳面をめくり始めました。白猫が入ってきました。おはようございます。おはようございます。虎猫と三毛猫が一緒に挨拶しました。いや、おはよう。ひどい風だね。白猫も忙しそうに仕事にかかりました。その時釜猫は力なく立って黙ってお辞儀をしましたが、白猫はまるで知らないふりをしています。事務長の黒猫が入ってきました。ずいぶんひどい風だね。3人は素早く立ってお辞儀しました。おはようございます。おはようございます。おはようございます。釜猫もぼんやり立って下を向いたままお辞儀をしました。おはようございます。まるで暴風だね。黒猫は釜猫を見ないでこう言いながら、もうすぐ仕事を始めました。釜猫は黙ってうつむいていました。さあ、今日は昨日の続きのアンモニアック兄弟を調べて回答しなければならん。2番書記、アンモニアック兄弟の中で南極へ行ったのは誰だ？あ、僕の原簿。原簿がないのです。それを何とか言いたくとも、もう声が出ませんでした。パンポラリスであります。よろしい。パンポラリスを証実せよ。ああ、これは僕の仕事だ。原簿。僕の原簿。釜猫はまるで泣くように思いました。パンポラリス南極探検の人、ヤップ島沖にて死亡。遺骸は水槽せらる。一番初期の白猫が釜猫の原簿で読んでいます。釜猫はもう悲しくて悲しくて、頬のあたりが酸っぱくなり、そこらがキーンとなったりするのをじっとこらえてうつむいておりました。アンモニアックの弟の名前とその足跡も調べよう。はいはい。事務所の中はだんだん忙しく湯のようになって仕事はずんずん進みました。3番書記、南極探検の詳しい記録はあったかな？はい、もう用意してます。よし、同行した南極探検家の名簿も作成せよ。はい。みんなほんの時々ちらっとこっちを見るだけで、ただ一言も言いません。そしてお昼になりました。だいぶはかどったね。そろそろお昼にしよう。はいはい。釜猫は持ってきた弁当も食べず、じっと膝に手を置いてうつむいておりました。とうとう昼過ぎの1時から釜猫はしくしく泣き始めました。それでもみんなはそんなことを一向に知らないというふうに面白そうに仕事をしていました。アンモニアックが創立した氷河ネズミ加工場について調べる。はい、創立時の登記は用意しました。よし、創立者と創立地は？創立者はデスティパーボであります。創立者は毛量氏です。一番初期、デステ
の時です。猫どもは気づきませんでしたが、事務長の後ろの窓の向こうにいかめしい獅子の金色の頭が見えました。獅子は不審そうにしばらく中を見ていましたが、いきなり戸口を叩いて入ってきました。猫どもの驚きよと言ったらありません。うろ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 、そこらを歩き回るだけです。新型ネズミ捕獲器特許申請中。それってチューチューキャッチャー、チューチューホイホイ、エステネズミ、エステティシャンネズミ、エステチューチューサロン、赤巻きネズミ、青巻きネズミ、黄巻きネズミ、白巻きネズミに赤巻きネズミに、カマネコだけが鳴くのをやめてまっすぐに立ちました。お前たち何してるか。そんなことで地理も歴史も言った話ではない。やめてしまえ。解散を命じる。こうして事務所は廃止になりました。僕は半分獅子に同感です。